皆さんこんにちは、なるです。今回は1000年の時を超えて輝き続ける古都京都にやってきました。京都は実に17の世界遺産があり、2000以上の神社仏閣が点在する歴史の宝庫です。これだけ見どころがある京都ですが、今回の旅では2つのエリアに厳選して巡ってきました。まずは清水寺や八坂の塔など京都随一の観光名所が集まる祇園東山エリア。神社が立ち並び、石畳の坂道には江戸時代からの町家も残る歴史の重みを感じられる場所です。そして静かな水路に沿って続く哲学の道エリアへ。壮大な山門を誇る南禅寺から始まり、静寂な日本庭園で知られる銀閣寺まで、その間を結ぶ哲学の道は哲学者たちが思索にふけった風情豊かな散策路です。京都観光の表玄関は京都駅になります。新幹線を利用すれば東京駅から京都駅まで最速で約2時間15分です。福岡の博多駅から京都へは最速で約2時間45分。名古屋駅からは約35分。大阪の新大阪駅からは約15分です。京都に一番近い空港は大阪の伊丹空港になります。大阪空港交通の空港リムジンバスを利用すると、ここから京都駅八丈口までは50分から55分で到着します。京都市内の主な移動手段はバスと電車になります。京都市営の市バスと民営の京都バス、その他に JR バス、京阪バスなどがあります。市バスは市内中心を走り、中心エリア外をそれ以外のバス会社がカバーしているイメージです。電車はたくさんの鉄道が存在します。今回の旅で行く東山エリアと哲学の道エリアで使う可能性が高い電車は地下鉄と京阪電車になります。地下鉄は南北を走る烏丸線と東西を結ぶ東西線があります。メインは京都駅を通る烏丸線を使い、必要に応じて烏丸御池駅乗り換えによる東西線も使いましょう。京阪本線はヨドバシ駅から出町柳駅までの京都と大阪の間を走ります。途中に清水寺の電車での最寄り駅である清水五条駅を通ります。まとめると、市バスは京都市内をほぼ全駅カバーしており、どこでも行けて便利ですが、特に週末は混雑する可能性が高いです。そのため、時間に正確で渋滞のない電車とバスを組み合わせるのが効率的です。今回のコースに関してです。最初に祇園東山エリアから回り、その後哲学の道エリアに向かいました。拠点は祇園のアパホテルにしました。それでは見ていきましょう。まず清水寺へのアクセスです。祇園バス停から清水道バス停まで乗車。バス停から徒歩約10分で到着します。その他のアクセス方法は、五条坂バス停から徒歩約10分、京阪電鉄清水五条駅から徒歩約25分、清水寺参拝後は三年坂、二年坂、一年坂と風情ある石畳の道を下っていきます。手の道を通って八坂神社方面へ、祇園バス停まで徒歩で向かいます。ここから哲学の道エリアに向かいます。祇園バス停から岡崎公園ロームシアター京都都メッセ前でバスを乗り換えます。すぐ近くの岡崎公園動物園前から南禅寺永観堂道バス停へ。ここからは永観堂南禅寺を巡り、南禅寺の近くにある老舗料亭南禅寺純正でお昼ご飯を食べました。
永観堂はバス停から徒歩約3分、南禅寺はバス停から徒歩約10分です。バスの他に地下鉄東西線の欅駅からもアクセスできます。永観堂まで徒歩約15分、南禅寺まで徒歩約10分です。そして昼食後は京都随一の散策路、哲学の道に向かいます。哲学の道を歩いて銀閣寺まで約2キロの道のりです。銀閣寺を参拝したら銀閣寺の参道を通り、徒歩で銀閣寺道バス停まで向かいます。ここから祇園バス停へ戻ります。祇園に戻ってからは花見小路通りにある老舗祇園徳屋でわらび餅を、締めくくりは地元で人気の京都麺祇園東山辻花でラーメンを楽しみました。京都にやってきましたー。わー朝早起きして、これで今清水寺に向かいます。今は清水坂を歩いてます。朝だから人がいなくてすごいいい感じです。静かな京都を今歩いてます。はい、清水寺に到着しました。すごい仁王門と塔がかっこよく見えてます。国内最大級の三重塔が見えてきました。そう、最大級。そう。31メートル。すごい。で、瓦が鬼瓦なんだけど、一個だけ竜の顔してるんだって。住み付けないといけないの？そう。4つある瓦のうち、一個だけね、竜なんだって。そう。どれ？もうあっち側だと思うな。発見しました。東南の瓦が一個だけ竜の形をしてました。すごいね、こんな細かいところに。そう、一箇所だけ竜なんだよね。なんか竜は、なんだっけ、水だから火災を守るみたいな。火災から守る。そう。っていうような、あれで、あそこだけなんか、竜みたいです。はい、それではお金を払って、清水寺の中に行きたいと思います。清水の舞台とかの上からのね、京都から眺めとか楽しみたいと思います。清水寺の境内紹介です。参道を抜けて境内に入ると最初に現れるのが清水寺の正門である仁王門です。仁王門とは仏寺の守護神として2体の金剛力士像を安置する楼門です。その後ろに西門と鐘楼が並びます。西門とは西に沈む夕日を眺めながら極楽浄土に思いを寄せる実相観の聖地です。仏教の理想郷極楽浄土は西方にあると言われ、静かな心で夕日を見つめることが自身の内面と向き合う方法だとされています。この先にあるのが三重塔と経堂です。経堂とは寺院で仏の教えを記した文章、書物を収めておく建物。轟門から本堂に入ります。ここまで紹介した建物は重要文化財に指定されていますが、本堂は国宝に指定されています。本堂とは寺院で本尊仏を安置する建物です。本堂を抜けると阿弥陀堂と奥の院が並びます。奥の院から本堂を見た景色がフォトスポットとして有名です。
そこから下ったところに音羽の滝があります。音羽の滝とは清水寺の開祖の起源であり、お寺の名前の由来となった滝です。じゃあ撮影スポット行きます。奥の院に行きましょう。はい、奥の院にやってきました。一番の定番スポット。ね、ここから見る清水寺が有名だよね。うん、清水の舞台のさ、木造造りもよく見えます。すごいよ、全部木造なんだよ。釘使ってないんだよ。うん、すごいね。確かに。清水の舞台って死ぬって意味じゃないんだよね。から飛び降りるって。あ、そう。うん。どういうこと？観音様の願掛けで飛び降りるんだって。飛び降りて生きてたら願い叶うみたいな。そう。でも生存率 85% なんだって。古来から黄金水、延命水と呼ばれ、清めの水として尊ばれてきました。柄杓で清水をすくって飲み干すことで願いが叶うとされています。三年坂にやってきました。三年坂で転ぶと3年以内に死ぬと言われてますが、今でいう都市伝説なんですね。そう。うん。江戸時代の墓場には広く信じられてたんだけど、うん、都市伝説なので、一応転ばないように、それでもね、気をつけて歩きましょう。確かに大変だよ、転んだら。そうだよね。転びそうになってる人いたら助けてあげよう。いや、もう遅いでしょ。間に合うかな。間に合わないでしょ。いや、助けてあげよう。五重の塔の一部が。五重の塔行く？ちょ、混んでるな。ねえ、すごいね。でもやっぱここ五重の塔綺麗だね。うん。京都っぽいよ。そう、京都っぽいんだよね。柳とかさ。桜かな？猿桜かな？ねえ、綺麗だね。街並みと一緒に見れて。うん。
はい、次は栄冠堂に向かってます。紅葉の名所、紅葉の栄冠堂。紅葉はしてなさそうだけど。紅葉ではないけど。紅葉してるとね、混雑して配管料も上がるみたいなので、今の時期が一番いいかもしれない。いや、そんなことないでしょ。私の考え。まあ確かにいいか。でも結構みんな栄冠堂行くっぽいよね。うん。有名なんだね。栄冠堂の境内紹介です。栄冠堂は総門から境内に入ると中門を通り大玄関から建物内に入ります。内部に入ると釈迦堂、阿弥陀堂、御影堂、臥龍楼などの見どころを巡ることができます。栄冠堂の釈迦堂は方丈にあたります。方丈とは本来住職の居室のことです。阿弥陀堂ではミカエル阿弥陀と呼ばれる珍しい姿の阿弥陀如来像を見ることができます。御影堂は栄冠堂最大の建物で本像を安置する阿弥陀堂よりも規模が大きく、浄土宗の創始者法然上人の聖地として知られています。毎年4月には法要が営まれます。多宝塔は境内で最も高い場所にある建造物。秋になると山中の紅葉が多宝塔を包み込み、麓からその美しい風景を望むことができます。境内中心の大きな池が方丈地で、池の中央には弁財天社があります。そのそばには見返り茶屋があります。栄冠堂の中を見てきました。すごいシックで落ち着いた雰囲気があっていいお寺だったね。このさ、祀られてる阿弥陀堂にあった阿弥陀様が特徴的な形をしてて、初めて見たんだ形ね。初めて見たね。こういう感じ。阿弥陀様が微笑みながらちょっと後ろを振り返ってるっていう感じの阿弥陀様がいました。優しい顔をして見守ってくれてるんだなーって思った。そうなんだ。すごい良かった。確かに良かったね。臥龍楼とかもすごい良かったしさ、紅葉の季節人気なのがすごいわかります。確かにそうそう、来てみたいね。本当に綺麗だった。緑の時期もすごいおすすめです。次はこれで池があるのでこっちの方に行ってみましょう。なんか送信ボタンないんだね。楽しい。
にする？どうしよう。これ食べたい。とにかくこれ。みたらし団子。これと抹茶。念願のカフェタイムです。抹茶いただきます。おー、香り高い。苦いけど美味しい。あったかくてすごい美味しい。でもそこまでに苦くない、まろやかな感じ。みたらし団子いただきます。すごい、うまそう。めっちゃ美味しい。この焦げがさ、いい苦味を出してくるさ。団子はもちもちで、このみたらしが甘じょっぱくて、すっごい美味しい。ここのさ、お茶屋さん、眺めもいいからすごいいい。雰囲気いいね。けど、もみじとかお寺とか、まあ、屋根しか見えないけどっていうところを見ながらね、食べれてすごい雰囲気ある。京都っぽい。確かに。うまっ。南禅寺行きますか。行きましょう。次は南禅寺。歩いてどんぐらい5分ぐらい。あ、近いね。じゃあ行こう。南禅寺の境内紹介です。南禅寺の境内は三門、八塔、方丈が一直線に並びます。八塔とは仏教寺院において僧侶が仏教を講義する建物のこと。方丈とは本来住職の居室のことです。南禅寺の方丈は大方丈とその背後に接続する五方丈からなる建物で国宝に指定されています。方丈庭園は国の名勝に指定されています。境内には琵琶湖湖水の水路橋である水路閣もあり、有名な観光スポットとして多くの人が訪れています。水路閣の赤レンガのアーチを潜って階段を登ると南禅寺発祥の地、南禅院があります。南禅寺に到着しました。でかいねこれ。思ったよりでかかった。ね、三門すっごい大きいよ。この三門は日本三大門の一つなんだって。三大門？そう。どこ？もしかして知らない？いや知らないけど。知ってんの？知らないの？調べただけでしょ。知ってるよ。東福寺と久遠寺なんだって。あれ全部京都？違う、久遠寺だけ違う。どっか忘れちゃったけど。で、2回登れるみたいだね。ああ、行くか。ね、後で行ってみよう。これもあれでしょ？すごい。禅寺最上格式でしょこれ。あ、そうなんだ。いや建長寺超えるよ。あ、へえ。京都五山の上だよこれ。そうなんだ。今回は無理でしょ。なるは会えないでしょ。いや、招かれてるから私。そう。招かれてる。南禅寺に招かれてる。そうなんだ。入れました。行けるね。フリーパスです。確かに。じゃあ行くか。ああね、行きもう。八塔の中の天井は竜が描かれてることが多いんだって。ああ、ね。そうそうそう。ここもあんのかな。
ね、あると思う。お寺によって竜が違うからさ、この南禅寺の竜はどんな感じなんだろうね。うん。見て確かめてみよう。はい。竜どうだった？竜はなんかひげが長くて、うん、手になんか持ってた。手なんかあったっけ？手あったよ。爪でなんかうん、丸い何かを持ってた。すごいさ、大きいからさ、なんかこのお寺を守ってくれそうな、頼りになりそうな竜だった。そういう感じなんだ。うん、そういう感じだった。力強さ。いやでもな、どうなんだろう。優しい感じの筆使いだったよね。確かに。筆使いって書いたみたいになってるし。なんか、でもすごいね、うん、荘厳な姿だった。あ、これで水路閣かな、うん、に行けばいいのかな。行きますか。うん、行きましょう。なんかこの水路閣さ、サスペンスドラマで出てきそうな感じじゃない？あ、そう。なんかあったの？土曜サスペンスとかで、犯人はお前だってやるところで出てきそう。なんかぽくない？もみじの感じとさ、このレンガの感じが。すごいな。この水門は今も使われてるのかな？使ってるっぽい。琵琶湖から来てんのかな？上の部分に流れてるんだよね。うん。そうなんだ。琵琶湖の水を使ってるんだ。こっちに流してんのね。今も使われてるってすごいね。南禅寺の門前に佇む1200坪の広大な敷地で今日の趣を堪能できる料亭南禅寺純正。国の登録有形文化財純正書院を中心に広がる庭園とともに名物湯豆腐と湯葉、旬の料理を楽しめます。おしゃれな高級な店内で緊張するね。なんか庭を通ってさ、このところまで案内されたからびっくりした。楽しみだね。京都の本場の湯豆腐と湯葉、すごい楽しみ。何湯葉って聞いたっけ？湯葉っぽくなってる。そういうことか。確かにシワシワが出てきた。これ湯葉ってきたって言うんだ。何は？すごい。どっか体が悪いから。どんな感じなんだろう。いや、普段必要ないから。そんなに変わらへんのにな。菜をかけてください。白い器に入ってます。なんて言っていいかわかんないけど。すごい美味しい。初めての食感。いや、なんて言えばいいんだ。なんか硬くもないし柔らかくもない感じの食感を楽しむ感じ。でもめっちゃ美味しい。本当に美味しい。本当に美味しい。いい表現方法がつかないけど、豆腐を感じて美味しい。うわ、意外と硬いかも。豆絹。味がさ、すごい濃厚。いつも食べてる豆腐じゃない。美味しい。
どっちが美味しかった？断然湯葉派だ。俺は豆腐の方がいい。湯葉の方がさ、食感がなんか面白くない？確かに。食べたことないな。だからすごい楽しいかも。作るのも楽しいし。そう、湯葉もさ、お腹いっぱいになるかなって思うけど、意外とお腹いっぱいになるね。料理も豪華じゃん。こんなに来るなんて思ってもなくて。美味しいね。美味しい。哲学の道に入ったらすごいいっぱい猫いるね。猫いるね。野良猫だよね。かわいいね。哲学の道っていうより猫の道って感じじゃない？確か本当にいっぱいいるよね。かわいい。人慣れしてて全然逃げないね。に。めっちゃ寝てるけどね。大丈夫？落ちないかな、その逆。あ、こっち側ね。危ないね、落ちたら。マジで猫の道じゃん。猫の道だよね。かわいい。だからもうこの道通って哲学を考えてるのかな。哲学の道って日本の道100選なんだね。そんなあったんだね。ねえ、初めて見たかも、こういうやつ。どこにあるんだろうか。熊野古道とか。ああれは違うか。ね、ガチだからな。なんだろう、どこにあるんだろうと。調べてみます。はい。哲学の道が終わりました。あっという間だったね。意外と楽々歩けました。何分ぐらい？30分以上だね。40分ぐらいかな。ゆっくり撮りながら。ね、40分ぐらいかかりました。これで銀閣寺に行きましょう。銀閣寺に到着しました。はい、これで銀閣という建物を見て、砂とか庭園を見て、わびさびを感じましょう。銀閣寺の境内紹介です。銀閣寺は金閣寺と同じ臨済宗修国寺派に属し、総本山聖国寺の寺院群として今も静寂な佇まいを見せています。銀閣寺は通常は庭園の拝観のみとなります。道具堂、方丈は春秋のみ一般に公開されます。総門銀閣寺垣、中門を通ると庭園に出ます。庭園に出るとすぐに国宝の銀閣こと観音殿が現れます。庭園の中央につい目を奪われる富士山のような砂森が高月台。波紋や灘を表現したと言われる平面的でシャープな砂森は銀遮断です。近境地南東端に落ちる滝が仙月泉です。山辺三般から流れ落ちる水を銀閣、道具堂のある下段の庭へ導きます。境内東側の山には展望台があります。展望台への道はきれいに整備されていて、銀閣や庭園など全体を見渡せます。これは銀遮断です。銀遮断とその奥の富士山の形した高月台は月の光を反射するために作られたという説があるそうです。銀閣寺がね、月を見るために建てられたという説があるので。ああ、そういうこと。そう。綺麗だね。真っ白でさ、模様もしっかりと入ってて綺麗だ。
甘くて美味しい。すっごい柔らかい。柔らかいってか本当にとろけちゃう感じ。めっちゃ柔らかい。美味しい。ちょっともう一個食べたい。きな粉もかけよう。うわ。なんか甘すぎなくて美味しい。上品な甘さって感じ。でも本当にプルプルしてる。つるって入ってくる。すごいよこれ。すっごい柔らかくて美味しい。甘すぎないし、意外とスルスル全部食べれると思う。美味しいよ。今日の夕飯は？今日の夕飯は何ですか？京都ラーメンです。わー。ラーメンなんだ。ラーメンなんだけど、なんかコースっぽく出してくれるお店で、なんかそのお店もなんか昔の家を改装して作ってるようなお店です。楽しみだね。こんな感じなのか。あ、着いた。ここだ。ここですね。お店すごいいい雰囲気で楽しみだね。どんなラーメンが出てくるかすごい楽しみ。塩ラーメンにしました。歯ごたえしっかりしてる。美味しい。じゃあこの豚かな一緒に食べてみます。自分でトッピングして食べるのも面白いね。こういう器もおしゃれでさ、味だけじゃなくて見た目でも楽しむ感じ。素晴らしい。部屋もそうじゃん。おしゃれでさ、個室で五感で楽しむって感じ。夜の祇園にやってきました。すごい。すごい賑わってるね。京都っぽいわよ。ねえ、提灯の明かりがさ、綺麗だよね。古い建物からさ、漏れる光とかも。この光がいい。京都すごい良かった。日本の和を感じたね。確かに。紅葉してなかったけどさ、この紅葉始まる前の緑の季節、もういいね。確かに。朝早いと人がいなくて、そうだね。それもいいかもしれない。京都は朝活が大切だね。やっぱ大人になって気づく良さがあるよね、京都は。確かにね、お寺のこととかよく知るようになるね。確かに。昔はあんまり興味なかったけど、今となると違うね、やっぱり。また来たいね。